グータラズです。今日はね、マキタの4モードインパクト TP141D ってやつ。これね、18V の 4V だったんだよね。これ欲しかったんで、ジャンク品でたまたま見つけたんですよ。5000円だったっけな。ラッキーと思って、綺麗だったし、で、なんかね、ちょっとだけ動くみたいなこと書いてたんだよ。で、いいじゃんと思ってね、届いて、やってみたらね、煙出ました。煙出た。くっさーと思って。煙出たらまずくねと思って。ちょっと動いたんだよね。ちょっと動いて、で、止まって煙出て、まずいと思って、で、またちょっと動いて煙出て、まずいと思って、なのでね、煙出たとこ撮ってない。撮ってないけど、もう動かすの怖いから、とりあえず分解してみて、モーターだろうね。これブラシレスだからね、モーターっていうのかな、あそこでしょ。いやー、煙出るってやばいっしょと思いながらね、分解していきます。この辺はね、前もやってたんでね、なんちゃらなく外していきます。その先っぽのアンビル軸のところの玉っこだけ気をつけてくださいね。どんどん外していきます。4モードはやっぱりね、パーツが多いんでね、ハンマーケースのところのパーツがもうすぐ多いんで、ほら、ハンマーケースもすごいでかいんだよね。普通のインパクトだとね、もうすごい単純な作りなんでね、楽なんですけど、4モードちょっとめんどくさいです。汚いね。仕事で使ってるんだろうから汚いのは当然だと思うんだけどね。煙やだな。モーターだろうね。絶対モーターだよ。煙出ちゃもう使えないよね。と思いながら、ここだよね。問題の。これだろう。恐る恐るだよね。恐る恐る。見て、焦げてんの。これダメでしょと思って。これダメだろうと思って。これダメだよね。これダメだなと思って、見ないふりして、ハンマーケース。クリーニングしようと思って、オーバーホールしようと思ったんだけど、ここすごい綺麗だったんですよ。中も綺麗で、そこまでやらなくてもいいなと思ってグリスアップだけしておこうと思って、この時ね、玉っこがね結構出てきます。ここのね、なんていうんだ、あそこの脇っちょについてんだよね。これここに玉っこがね、グリスを接着剤代わりにしてこう入れてあげるんですけどね、ここに玉っこがあるんで、それなくさんようにしてください。なくさんように注意してね、はめてあげました。グリスつければね、くっついてくれるんでね。で、グリスアップだけでいいなと思いながら、もうね、この焦げたところはね、もう見ないようにしてます。なんかパーツあるっしょと思って、パーツだけ変えるんでしょって思いながらね、こう気持ちを落ち着かせながらグリスアップしてます。この辺はすごい綺麗だったんですよね。で、4モードはすごいこのね、歯車っていうか、そういうのもすごい多いです。普通のインパクトと違って、やっぱ弱いんだろうね。普通のインパクトは単純でね、作れるも頑丈なんでね、ハンマーケースもアルミだしね、この辺やっぱ4モード弱いからね、って言っても 18V で力があるから、みんな負荷かけて使うんだろうね。だから結構ね、そのモーター部分の壊れっていうのがね、この機種多いらしいです。そりゃそうだよね。18V でこんなにね、精密だったら壊すよね。しかも 18V 結構何でも取れるからね、負荷かけちゃうんだろうね。でね、この辺もね、なんかこのつまみだとか、こういう風なね、赤いところ外れたりするんで、こういうとこ外さんように、細かいパーツ結構あります。ここだけ注意しながら。で、このケース、アウターっていうのかな。
これはね、水で洗ってきます。ジャブジャブ洗っちゃう。ケース自体ほら、結構綺麗だったんですよ。洗うとすごい綺麗になるんで。でね、めくれがあったんでね、こういうの嫌だよね。だからね、こういうのもくっつけてあげます。ここはね、エポキシでくっつけてあげます。これは男性のかな。柔らかくゴム質系になるエポキシかな。それでくっついてます。まあ、あそこの黒いところがゴムなんで、ちょっと柔らかめのエポキシを使いました。まあ、みんな、もうエポキシ使ったりするでしょうけど、やっぱボンドって用途によってかなり違うんでね、ボンドの用途をちゃんと理解すれば、意外といろんなものに使えますんで、ゴムであったり、ね、こういうエポキシ系であったりとか、こう使い分けるとね、ボンドもものすごく便利です。何でもかんでもね、こう使っちゃうとくっつくもんもくっつかなかったりするんでね、その用途いろいろ確かめながらやるとボンドすごくね、力を発揮します。でエポキシは圧着して初めて強度が、その粘着力が増すんでね、圧着して一晩二晩置いてください。一晩でいいだろうけどね。でね、ここの気になるマキタのロゴ。こういうのもね、塗っちゃいます。このほら、消えてると嫌だよね。俺は仕事に使うわけじゃないんでね。ただただ道具が欲しいだけで、こうやって変わってるだけなんで。でも中古でもね、こうやって綺麗にしてあげれば、また蘇りますから。こういう細かいところだよね。神は細部に宿ります。こういうとこ綺麗にしてあげるとまたね、テンションも上がる。工具はね、男のロマンですからね。こういうとこも地味にね、新品買えねえんだけどね。4ボードの新品とかインパクトもそうだけど、新品高えもんね。ほんと高えよね。ほら、綺麗。こんなに綺麗になる。ここまで綺麗にロゴがパッと出るとね、テンションも上がります。でね、やっぱりはみ出すんでね、こうやって削ってあげましょう。これはね、タッチペンだよね、得意のタッチペン。タッチペンでね、面相筆で塗ってます。これでだいぶ綺麗になりますんで。で、焦げた部分。これね、調べたんだよね。したらね、18,000円ぐらいする。新品で。あそこ全部アッセンブリだって。程度のいい中古買えんじゃん。って思ってさ、買った。程度の悪い中古。これ5,000円ぐらいだっけな。汚い中古。俺は動くって言ってた。バッチリ動きます。ただ汚いですって書いてたから。某オークションでね、買いました。試してみましょう。で、ほら、全部のモードがちゃんと動きます。これでいいじゃんと思って。色も同じだし。って言ってもやっぱね、すごい汚い。アウター側のケースがすごい汚いんでね。中のステータ、あれステータって言うんだって。ステータだけね、摘出します。もうこの辺はね、さっきやったんで、またスキップします。でね、そのステータ、どうなってるか、見てみましょう。中やっぱ汚いね。なんでもそうだよね。ほら、綺麗。見て、超綺麗。こうだよ、こうでないと。よかった、程度の悪い中古買って。でね、ここの部分だけ使いますから、ほら、あんだけ出るんだよ。あれがアッセンブリーだって言ってる。だって。だから高いみたい。そのステータのコアだけもね、売ってるみたいなんだけど、それもよくわかんないから、いいやと思って。程度の悪いの買っちゃおうと思ってさ。で、クリーニングして、またつけてあげます。あそこら辺全部交換だよね。2つ買った意味、まただよね。いいか。でね、グリスアップした1個目のやつをね、ハンマーケースつけてあげて、
で電気系は2号機だよね。2号機から取ってあげました。でスイッチなんかもね、2号機から取りました。全部そのままくっついてたんで、そのままつけちゃいました。で洗浄してね、綺麗にしたラウターのケースかな。代わりをね、つけてあげて、チェックしてみましょう。完成です。見事に完成。いやー、気持ちいいぐらい超極。なんて言った今、気持ちよぐりってなんだ。もういいか。でね、前入ってた 14V の4モード。これ前作ったケースに入ってたんですけど、これとね、入れ替えようと思って。14V どうしよう。でね、ちょっとでかいんで、ちょっとスポンジ削ります。この辺削れば入るんじゃねえと思って、これをね、削ってあげましょう。せっかくなんでね、18V ボックスにしたいなと思って。14V のやつもいいんですよね。あれ細かくそのドリルの強さを決めれるんで、あれはあれでいいんだよな。あれ用のケース買おうかな。いいか。でね、ちょっと切るのめんどくさかったんで、切りづらかったんで、これ、コーキングでつけてたんですけど、無理やり取りました。意外と綺麗に取れたんでね。ここ、バッテリーの高さが邪魔するんで、これをね、削ってあげます。ここ削ってあげれば、多分すっぽり入るかなと思って。でね、こういう時は、やっぱね、スポンジ切る時はね、カッターの刃、新品がいいです。切れねえとね、ボロッボロになりますから。スポンジ切るときはね、カッターの刃は新品がいいですよ。こうするとほら、すっぽり入りました。高さもちょうどいい。ちょっとインパクトと形が違うんでね、本体が背が高くなるかな。だけどもね、収納した具合はちょうどいいです。いや、ちょうどいい。どっちも 18V。ってことで、完成になります。本日はね、18V に変えた。そしてジャンクを直したってことでね、本日の動画もここまでになります。ケースの空き見てわかるように、18V のバッテリー、もう2個必要だよね。で、バッテリー高いよね。しかも純正じゃないとね、インパクトって純正じゃないとすげえ調子悪いよね。ってことでね、次はバッテリーなんか買わなきゃダメだな。こうやってジャンク品直して、今日はなんとか直せましたけど、道具をどんどん集めていってね、男のロマンですわ。そんな仕事で使うわけじゃないですけどね、綺麗に直すと気持ちいいです。持っとくだけでね、やる気にさせますから、ジャンク品皆さんも直してみてはどうでしょう。ただ失敗する。煙出てるから、そういうのね、気をつけて皆さんもチャレンジしてみてください。本日もご視聴ありがとうございます。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。